今自信剣ですか？あ、じゃあ剣使ってるんでちょうど。ほらよ、ご安全にな。侵入烈パー。めっちゃクオリティやばいっすねマジで。めちゃくちゃクオリティ高いですよねマジで。ありがとうございます。今一応ツイッターでその動画の再生数が今789万回。すごい。僕らがその広め方が分かってないんですよ。海外で行っているジャパンエキスポとか、その絶対跳ねますよって言われるんですけども、渡航費がないんですよ。なくてですね。あとモノマネコンビのノーモーションです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。コンビで昔からゲームアニメがすごい大好きで、そうでもサブカル全体が好きで、はい、そういう活動をいろいろやってたんですけども、毎回売れるようなきっかけがあるんですが、テレビだと使いづらいらしくて、一応なんかこう、節目節目で少しバズるんですけれども、もっと認知されるべき、認められるべきみたいな言葉いっぱいいただくんですけども、やっぱテレビでそのゲームやアニメを使った題材では呼びづらいみたいなことがありまして、苦戦しているというか、もっとこう表現する場が欲しいみたいな。そのありがたいことで数年前にたまたまフジテレビの番組で「ストリートファイター2」のモノマネを出させてもらって、で MV ビートってそこからゲームの仕事が増えたんですけども、もともとゲームが好きな2人でやってたので、なんか恩返しをしたいなという意味でもないんですけども、せっかくゲームの仕事をいろいろ携わせてもらっているので、やっぱり配信者としても優秀な人たちにちょっとプロデュースをしてもらって、こういう風な番組を作ってみようかなみたいなのがあったら、何かやらせていただきたいなという感じで来た次第でございます。やっぱこう CPT の司会とかちょっとやらせていただいたんですけども、ゲーマーの視聴者の方がすごいいつも最高ですよ、ネタも入って、でうちの奥さん全然ゲーム詳しくないんですけど、お二人が出てるだけで見てたらすごい面白いって言ってましたみたいな、そういうこと言われるとすごく嬉しくて、そうですね、やっぱゲームっていうものを大事にしながら、このゲームが知らない人たちにもこう楽しんでもらえるようなエンターテインメントを作っていきたいっていうので今日ここに来たんですけれども、もうアニメとかゲームのモノマネだったらもうほぼほぼやりますんで、なので、そのキャラクターで配信とかもできるんですよ。SNK さんのイベント呼ばれた時にはもう KOF のファンの皆さんに、SNK のキャラのモノマネめっちゃやったらみんな喜んで。なんか格ゲーのキャラわかる？私チュンリーわかります。チュンリーは今日お休みです。そうですね。昨日まであったんですけども、なんとなくボイスがわかるキャラクターで。キャミーとかね。キャミーは昨日までいました。そうです。モノマネ。アイラーとかじゃダメですか？下がってます。サガトじゃあターボの時のタイガーアッパーカット、そして新技タイガー2だけちょっとニュアンスが違うところ。ドゥンドゥンドゥンラウンド1、はい、アイラーアイラーアイラーアッパーカットタイガー2、はい、これです。ありがとうございます。めちゃくちゃクオリティ高いですよねマジで。ありがとうございます。やばい。ゲーム好きな方は結構分かってくれて、でなんかそのスト2のモノマネをした時に僕たちも予想はしてなかったんですけども、世界中でバズりまして、でなんかそのきっかけがやっぱりそのゲームの音楽とか効果音が世界共通だったので、今一応ツイッターでその動画の再生数が今789万回。すごい。でもコメントがいっぱい入ってくるんですけど、ほぼほぼ海外の方っていう。だから外でロケしてる時も日本人よりも外国の方に声かけられます。ノーモーションでしょって言われて、あとこの間のエボでパンクさんにネタ見せしたら「おーライフ!」っつって死ぬほど笑ってました。笑ってくれましたけど、それって今スト6出てすごいなんか今勢い来てるじゃないですか。スト6のキャラクターとかではまだやってる。例えば JP とかもうすでにやってたり、ホンダ、僕ホンダ使ってるんですけど、ホンダの最新よくやってるのが戦う時の顔とか。顔ですか？とか。その声真似はなんかあるんですか？声真似も剣とか竜とか。JP いけるんですか？JP は杉田さん。練習中。JP は久しぶりですね。かかってきなさい。その程度ぐらい。ちょっと今練習中です。じゃあ今一番自信あるやつなんですか？今自信ある剣ですか？あ、じゃあ剣使ってるんでちょうど。ほらよ、ご安全にな。侵入烈パー。めっちゃ似てる。クオリティやばいっすねマジで。なのでなんか2人で結構ワンフレーズじゃなくてずっと喋れるので、なので言わないことも言ったりもできちゃったり。この前
スト6の配信してたら前原健一っていう名前のプレイヤーがいて、ずっとモノマネしました。チャフーリンさんのモノマネしました。前原さんいいんですか、そんなにガードしたらバーンアウトしますよ日暮と泣きこらし日暮のね大石警部、はいとかやったりとかで、なんかその少ない人数は見に来てくれて、そういうのがもっと広まってほしいと言われるんですけど、僕らがその広め方が分かってないんですよね。でもその海外でバズってるんだったら、はい、逆輸入というか海外展開していけばいいん一ですか。回それでゴッドタレントオファーいただいて、はいはい、書類送って来てくださいってなった時にちょうどコロナになっちゃったんですよ。なのでだから何かその番組をやりたいなってもあるんですけど、その中の企画でもその逆輸入する企画を作ったりとか、一回その行くためになんかクラウドファンディングしようかなとも2人で話をしたんですけど、だからいかんせんどうしたらいいのかなっていう感じでは。一応なんかはい BSTV は結構その海外の視聴者とかも多いんで、なるほど。でもスト2の頃と違うのが英語ボイスがあるじゃないですか。はいはいはい。なんで例えばケンのボイスとかも今の日本人だったらめっちゃすげえってなるんですけど、多分アメリカだとアメリカのケンボイスになっちゃうんですよね。そこですよね。5だと、英語ボイスも何個か、ベガとかいけたんですか。ストーリーすごい本当にすごい。ガイルの投げ抜けする時の音っていう。ドーナツドーナツって有名なの。そういう小ネタもいっぱいあって。なんかいやこれボイスが全世界共通だったらマジでそれこそ BSB に出てもらって英語字幕とかもつけれるんで。そうですね。どうなんですかね。これでも十分今でも十分そうなんかそうな気がしますけどね。多分僕らって音聞いてその音を出すっていうことが得意なジャンルなんです。だから聞いたらラーニングして音は出せるんですよ。だから前の5の時はホンダだとスーパー続けの EX がスーパーヒットバーとか言ってたんでこういう音だねみたいなのは分かるんで。残り1分です。はい。結構その海外のアニメゲームコンベンションとかにこう資料を出されたりとかはしないんですか。マネージャーが出したりとかでたまにそういう祭典に呼ばれることはあって、で逆にアニメの場合だと英語のやつやりましょうかって言っても海外の方は日本語を見てるんですよ。なので日本語のがいいって言われて。あとやっぱ海外で行っているジャパンエキスポとか、そのアニメの位置とか絶対跳ねますよって言われるんですけども、渡航費がないんですよ。なくてですね。あとその海外に行くつてみたいな。そうですね。パネルゲストで呼ばれないと多分。自費で行くしかないっていうのが海外イベントの現状ですもんね。今のところテレビのオファーで呼ばれるのもプロデューサーがスト2大好きだったとかっていう方がいると呼ばれるんですけど、だから最近だとそのロート G の CM も僕らが声当ててるんですけど、監督がたまたまスト2コラボでスト2の声だったらっていうので僕らに声を当てていただいて、昇竜 G ヨガ G 紹介瞳再起動ロート Z。 これ2人が終了時間となります。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ぜひともよろしくお願いします。すごい。意思確認をもう行って、その配信とかっていうのは結構ショートネタが多いと思うんですけど、はいなんかライブじゃなくて普段オンデマンドとかそういうのはツイッターとかでバズらせるっていう意識でやってることが多いんですか。それが今ツイッターでゲーム雑談みたいなのを上げてるんですけど、今の時代に逆らった1時間50分とかの上げちゃったりして、そっちに長いネタが多いんですね。ひたすらマニアックな話を来る人がもうマニアックな人が来なくて、この前ではそのやり方とかもご教示いただきたい。そうなんですよ。これぐらいのサイズやった方がいいですよ。いい動画とかいいチャンネルとかいい番組のそれでは最終意思確認をさせていただきます。取る意思のある方いらっしゃいますでしょうか。できることが何なんだろうっていう。でもなんかできることがあるんだったら協力したい気持ち。そう僕もそんな感じ。ありがとうございます。何ができるかわからないですけど。ということは私はそうです。4。しげと4で4。小野4本獲得です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。それではありがとうございました。すみません。失礼します。ありがとうございます。